梅雨の雨が降り続く。かな子の家の庭には今年も色とりどりの紫陽花が咲いている。かな子が幼い頃から母親が大事に育ててきた。もう50年くらい経つだろうか。母親が亡くなってからはかな子が受け継いでいる。赤、青、白と色とりどりの花々。路地から立ち止まり眺めていく人も多い。雨の降る日はかな子は軒先に座り紫陽花の花々を眺める。梅雨のこの時期のかな子の日課になっている。午後に入り雨が一休みした。かな子は買い物へ出ようと家を出た。門前で男性が一人紫陽花を眺めていた。かな子は会釈をする。綺麗な紫陽花ですね。白髪で長身、品の良い傘を手にしている。毎年こちらの紫陽花が咲くのを楽しみにしてるんでしょう。駅へ向かう道すがら長年紫陽花を眺めてきたそうだ。かな子としばらく談笑し、男性は駅へと向かっていった。翌日も朝から雨がしとしと降り続いている。かな子は縁側で紫陽花を眺めていた。紫陽花は今年も羽振りよく育っている。花もしっかりと大きく、発色よく咲いている。かな子は家事が一段落し落ち着いたこの時間が好きだ。何も考えず過ごす、この贅沢な時間を大切にしている。紫陽花が植えてある垣根の向こう側。路地を行き交う人々の傘の頭だけ見える。最近は透明のビニール傘がほとんどだ。時々丁寧な作りの傘などを見かけるとなぜか少し嬉しくなる。かな子の目の前で黒色の大きな傘が動きを止めた。しばらくその場でとどまっている。きっと紫陽花を眺めているのだろう。大きくしっかりとした作りの仕立ての良い傘だ。先日のあの男性かもしれない。かな子は上着を羽織り、小走りで玄関を出た。やはり先日の男性だ。花に顔を近づけ、熱心に鑑賞している。今日も綺麗に咲いてますね。二人は今日もしばらく談笑する。男性の名は誠治。かな子の5歳年上になる。以前はこの花お母さんが育てていたみたいですさ。かな子はうなずく。母親が3年前に亡くなったこと、それからは自分が受け継いで育てていることを話した。またしばらく談笑し、誠治は駅へと向かっていった。雨は翌日、またその翌日も降り続いた。誠治はほぼ同じ時間に訪れた。雨が続く日々の中、二人の距離は少しずつ縮まっていた。ある日、誠治はこの紫陽花と出会った頃の話をしてくれた。誠治が小学校に入学して間もなくの頃、帰宅途中に咲く紫陽花の花に目を奪われた。母に持ち帰ろうと無邪気に花を摘み出した。かな子の母がそれを見とがめ、叱りつけた。幼かった誠治はその場に立ち尽くす。泣きじゃくり、何度も頭を下げ謝る。かな子の母は不憫に思い誠治を許した。そして摘み取った花をまとめ誠治に手渡す。誠治は帰宅後、母親に花を手渡した。誠治の母は大変喜んだそうだ。かな子の母は誠治が家の前を通るたび声をかけた。誠治は元気に挨拶をし小学校に通う。誠治はこの家に何度か遊びに招かれていたそうだ。かな子の淡い記憶がよみがえる。物心ついた頃、年上の男の子と遊んでいた記憶。面倒見の良い優しいお兄さんだった。誠治は一枚の写真を取り出した。白黒の古い写真だ。正面にかしこまって直立する男の子。隣には幼児を抱いた笑顔の女性が立っている。若かった頃の母親とかな子だ。背後には紫陽花の花が咲いている。数は少ないが今と変わらない立派な花を咲かせていた。